じゃあ下津さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この後最後にトークセッションがあって、そっちがメインということで、ちょっとざっくり僕らがやってる事業内容について簡単に説明させていただければと思っています。はい。僕らここに書いてあるように職業としてのコスプレイヤーを作るっていうですね、ちょっと変わったミッションを会社として持っていまして、そこを、実現するために普段活動していますと。で、僕ら今どういうサービスを開発しているかっていうと、ちょっとですねいくつかあって、結構多岐にわたっていて、こういう経済圏って呼んでるんですけど、この経済圏の中で、コスプレ活動と、クリエイターとしての活動を続けていけば、最終的にそこで収益が得られたりだったりとか、継続的でかつ経済合理性を担保した状態での活動ができるみたいなところを目指しています。で、ちょっといくつかの開発中でサービス自体も何個かあるんですけども、その中でも、今リリース間近の A コスっていうですねサービスのことをちょっとメインでお話しさせていただこうかなと思っています。で、そもそもコスプレとは何ぞやっていうところなんですけども、今はなんかハロウィンとか、京都が特に渋谷でハロウィンが、やられてますけど、なので、ある程度一般的にはなりつつはあると思うんですけど、そもそもコスプレとは何ぞやって言われた時に、今のウィキペディアに見ると、漫画とかアニメとかいわゆる二次元のものを、三次元で表す、っていうところがコスプレだというふうに言われています。で、そういう行為を、普段から日常的に継続的にやっている人たちっていうのを僕らコスプレイヤーというふうに呼んでいます。で、もともとですね、僕ら会社自体2012年ぐらいからある会社でして、ずっとコスプレっていう事業ドメインでやってきています。で、もともとそのコスプレっていうコンテンツを扱ったきっかけとしては、コスプレっていうコンテンツ自体、世界で通用する日本のコンテンツなんじゃないかなっていうところで、世界に通用する日本のコンテンツとしてのコスプレを世界に広めていくことで、結果的にジャパンカルチャーの素晴らしさを広めたいねっていうところでもともと始めた、事業っていうのが、後ほど紹介するんですけど、アンプルっていうサービスになっています。で、そもそものアニメ市場とかもご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、2兆円近く今こうなってきていて、コスプレに関して言うと、もうちょっとハロウィンとかああいうハロウィンでのその衣装とかも含めた内容にはなってるんですけども、1300億円ぐらいを超える市場に、成長してきていますと。で、先ほど申し上げた2012年ぐらいから始めているサービスっていうのがこのアンプルっていうサービスでして、今、結果的に70カ国ぐらいのコスプレイヤーがこのサービスを使っています。で、コスプレイヤーの数で言うと7000人ぐらいですかね。7000人ぐらいの、レイヤーさんが今このサービスを使ってくれています。で、このサービスを2012年から始めて7年8年ぐらい運営してきましたと。で、その中で気づいた、もともともちろん気づいてはいたと思うんですけど、特に、運営していて気づいて、これってすごいなって思うポイントがあって、それがここに書いてあるような、結構コスプレって結構ニッチな業界ではあるんですけども、コアなファンがすごく多いですと。で、コミケとか行かれたことある方いらっしゃいます？結構いらっしゃいますね。じゃあ、コミケのコスプレ撮影エリアとか見ていただくと分かると思うんですけども、本当に熱狂的なファンがついているコスプレイヤーがいたりとか、普段からそういうコミケの大きいイベントじゃなくても撮影会を開けば、必ず何人かファンの方たちが来て、そのコスプレイヤーと一緒に作品を作り上げていくみたいなことが、結構常に行われている業界でして、っていうところと、あとはコスプレって言語が必要ないコンテンツっていうところにちょっと特徴があるので、国境を越えてコアなファンがつくっていうところも一つの特徴であるかなというふうに思っていますっていうところと、あとは、もはやアートって書いてあるんですけども、ハロウィンとかハロウィンの時にしてるコスプレとかでいうと、なんかドンキで衣装を買ってみたいな感じが多いと思うんですけども、普段から活動されているコスプレイヤーの方々が作っている、アウトプット作品っていうところでいうと、結構アートにもはやアートだっていうふうに僕らは捉えて、そのアートをいかに広められるかとか、
いかにアートの質を上げていけるのかとか、そういったところにフォーカスして僕らは事業を展開していますと。でただやっぱりまだまだ業界としての課題っていうのはあると思っていて、事実として、一つの作品を、こういう作品を作るのに結構コストかかるんですね。で平均で僕らでアンケートを取ったやつでいうと、平均1万から3万ぐらい毎回一つの作品を撮るのに使っていますと。で、自分でこういう衣装を作る人もいれば、外注する人もいて、逆に言うとそれを作る人専門の人たちがいたりとか、あとはウィッグを作る専門の人たちがいたりとか、写真を撮る専門だったりとか、画像を加工する人だったりとか、それを全部ひっくるめて自分でやったりとか、分業したりとか、するんですけども、結果的に結構コストがかかっていますと。ただ、コストをかけて質の高い作品を作って、かつコアなファンがいるにもかかわらず、結構趣味の延長線上でやってしまっているコスプレイヤーって結構いて、要は稼げてないコスプレイヤーがいるっていうところに、この7年ぐらいのサービスの運用やってみて気づいたところっていうところです。で、その結果、結構3年ぐらいのスパンコスプレイヤーやって、でちょっと熱が冷めた時に、やっぱりどうせ稼げないから、続けなくていいやとか、なかなか続けられないとか、本当は週1やりたいんだけども、週1も週1もできないとか、そういった形で、どんどんコスプレ活動に対する制限が、年を重ねるごとに増えてきてしまっていて、結果、人口がどんどん増えないとか、そもそも動くお金が少ないとかでいうと、っていう結果、このマーケットの拡大がしづらいっていう問題がありますと。で、その重要なポイントっていうところはやっぱりコスプレイヤーが稼げてない、コアなファンがいるにもかかわらず稼げてないっていうところが、僕らとしては、重要なポイントなんじゃないだと捉えています。で、なんで稼げてないのかっていうふうに考えたときに、一応毎回ですね、コスプレイヤーさんの写真があるのでよかったら見てください。で、なんでかって考えたときに、いくつか仮説があって、そもそも稼ぐ手段が確立されていないです。この業界自体は新しいっちゃ新しい業界なので、モデルケースがいないですし、あとは稼ごうと思ってもそのツールが少ないだったりとか、あとは国を越えた先にファンがいることが結構多いので、その時に、言語問題が出ても、もちろん言語が必要ないコンテンツだとは言っても、ファンとのやり取りをする時に言語の問題っていうのが出てくるので、その問題が出てきたりとか、あとは一般の言うと決済の部分っていう問題があったりとかしますと。あとは、やっぱりコスプレ業界がまだまだ日の目を見ない、一応3つはあると思うんですけど、見ない結構大きなポイントというのは著作権問題というところがあって、この辺をクリアしない限りは、もっと広がっていかないんじゃないかなっていうふうに思っています。ただ、前提としてファン側はもっと応援したいっていうところがあって、ファン側が直接的にそのコスプレイヤーに対して支援できて、国境をうまく越えて著作権問題をクリアできれば、もっとグローバルレベルで広がっていくっていう土壌があるんじゃないかなっていうふうに僕らは思っています。で、その結果、ちょっとこの数年の学びをもとにですね、先ほどのアンプルっていうサービスを今フルリニューアルをかけてまして、この A コスっていうサービスを今、開発して、ほぼイギリス間近っていうところです。で、コンセプトはコスプレを職業にっていうところですね。こんな感じのサービスなんですけども、コスプレイヤーが自分たちの作品をアップロードしつつ、このプラットフォーム上で商売もできるみたいな形ですね。簡単に言うと。で、特徴としては、ファンが直接的に支援できる。要は、ノートとかポルカとか、今日本だと話題だと思うんですけども、そういった形で、直接的に支援ができるっていうところですと。あとは、今日は話長くなるのであれなんですけども、アンプル独自トークン、ブロックチェーン上に自分たちの、トークン、要は仮想通貨、暗号通貨と言われているものですね、独自で発行していまして、そこを使ってサポートすることができますと。で、かつそこを使ってサポートをした時には、手数料は全くかかりませんだったりとか、あとは
結構その API 自体が簡単に導入できるようになっているので、全世界のレイヤーに対して、サポートが簡単にできますよっていうところです。あともちろん当定通貨でもサポートはできるようにしてるんですけども、いろんな制約があって、やっぱり決済、ストライプっていうですね、ウェブ決済サービスを使ってるんですけど、そこのストライプが、対応している国じゃないと使えないとか、国の人じゃないと使えないとか、いろんな制約があります。なのでそこを制約を超えるために、独自のトークンを使ってたりともしますと。で、あとは着調査権問題のチャレンジって書いてあるんですけども、やっぱり、今の状況から説明させていただくと、結構コスプレ業界とアニメ業界って近いようで遠いですね。要は、コスプレ、例えば、何が問題になってるかというと、コスプレイヤーがコスプレをして稼いでしまった時にどう版元に還元されるのっていう問題があって、で現状で言うとその還元されるみたいな明確な還元すべきだとか還元しなくていいよだったりとか、そういう明確な基準は全くないんですね。なので、コスプレイヤーってどうしてるかというと、企業イベントとかに行った時に何かしらの収益を得る時には版権がない作品のコスプレをしてるんですね。例えば、サンタクロースだったりとか、ナースだったりとか、そういう広く公開されても特に問題が出ないようなやつを自主規制してるみたいな状況があって、ただ版元からするとどんどんやってくれっていう思いはあるんだけども、それをあんまり言っちゃうとそこで稼がれた時にちょっとどうしようかみたいな形の問題があるっていうところですね。なので、コスプレイヤーが高生命代に稼ぐっていうことをやってもらう、広げるためにはこの問題を僕らはクリアしないといけないなと思っていて、そこにもこのエコスとかを使ってチャレンジしようと思っていますと。で、具体的にどうチャレンジするかっていうのは今ちょっと動いているところで詳細はお伝えできないですけども、そこを結構クリティカルに超えていきたいなというふうに思っていますっていうのがこのエコスっていうサービスですね。で、こういった形でここに右側がファンで左側がクリエイターで、ファンからクリエイターに対して何かしらのサービスを使って支援できるようにして、その支援してもらったもので、いろんな創作活動に当てていくみたいなことを複数のサービスを使って僕らは実現しようと思っています。で、ちょっとここに羅列しているサービス、他にもサービスを運営していて、先ほど申し上げた独自トークンを使って簡単にスマホで投げ銭できるサービスを作っていたりとか、あとはコミケとかでよくコスプレイヤーさんって撮影をするときに自己紹介ボードを自分たちで画用紙とかに書いたりとかホワイトボードに書いたりとかしてるんですけど、その自己紹介ボードを僕らで制作代行していい感じにして、かつ投げ銭がその場でスマホでできるようなパネル自己紹介ボードを作っていたりとかします。あとはそういうスマホでクリエイターに対して簡単に投げ銭ができるっていうリアルなイベントを開催してたりとかもします。あとは、その独自の通貨を使った決済の API だったりとか、独自のトークンを簡単に売買できるようなエクスチェンジの仕組みだったりとかも今作り込んでいるところですっていうところですね。それをひっくるめて、経済圏と僕らは呼んでいて、それを今作ろうとしているっていうところです。はい。っていうのがもう簡単になります僕らのサービスの概要でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。